皆さんこんにちは、プラぼっち研究所です。今回はリアルグレードサザビーをキャンディー塗装したり、福岡サザビーのメタリック水転写デカールを貼ったりして自分好みに仕上げていきます。プラぼっち研究所。改めましてプラぼっち研究所の所長です。今回作成及び全塗装を行っていくキットはこちら。リアルグレードのサザビーです。発売日は2018年8月で価格は税込み5280円です。でも私が買った時は4950円だった気がします。今回はこちらをギラッギラのキャンディー塗装で仕上げるのはもちろん、福岡サザビー用のメタリック水転写デカールも貼って仕上げていきます。いやー、福岡サザビーも欲しかったんですけどね。通常のサザビーと比べるとあまりにも価格がマシマシだったので、購入をためらってしまいました。ってことで通常版リアルグレードサザビーを開封していきましょう。オープン。はい、この通り素組みは完成しております。やっぱりリアルグレードということもあってアニメ映画のサザビーと比べるとかなりディティールが追加されてます。リアルグレードのこういうグレーの内部が見えるやつめっちゃ好きです。可動も結構すごくて展開ギミックがあったり、腕を曲げるとシリンダーが出てきたり、細かな部分を観察したり動かしたりしても楽しい、そんなキットです。ターンテーブルで回しましょう。今回の動画の献立はゲート跡の処理、筋彫り、パーティングラインの除去、合わせ目消し、下地塗装、キャンディー塗装、墨入れ、メタリック水転写デカール貼り、トップコート、光沢磨き、最終組み立て、このような感じでいきます。文字に起こしてみると結構いろいろありますね。編集している時の私が頑張っていれば、シークバーが工程で区切られていると思います。それではリアルグレードサザビーバチバチキャンディー塗装制作開始。まずは素組みの時に適当に作っていたので、ゲートの処理がちょっと甘いです。まずはこれを整えていきましょう。そういえばこのリアルグレードのサザビーは説明書によると3色の赤色で構成されてるみたいなんですけど、すみません、組んだ後だと私の目だとちょっと2色にしか見えなくてですね、この赤色とピンクっぽい色です。なので塗装の際は2種類の赤色で仕上げる予定です。そしてゲート跡の処理に戻りますが、まずはデザインナイフを使ってスライスさせるようにしてゲート跡を除去。スポンジヤスリの400番、600番、800番で整えて、この通り、このくらいの表面になっていれば塗装の際のサーフェーサーでヤスリ傷は消えるので OK です。他のパーツたちも処理して次の工程に参りましょう。続いて筋彫りを行っていきます。塗装したら埋まってしまいそうな溝を彫り直していきます。使用ツールは筋彫り銅の量産型 BMC 高値 0.15mm です。中指と親指でつまんで人差し指は添えるだけ。軽い力で5回から10回ぐらいなぞっていきます。やってみるとこんな感じ。まあこれでもいいんですが、筋彫りしたところのエッジがちょっとめくれてしまうことがあるんですよ。そんな時にはこちら、キサゲという道具を使っていきます。こちらはミネシマというメーカーのものでめちゃめちゃ切れ味が良くて気に入っています。ちなみにマジスクでも代用できます。溝に沿って刃を何回か通してやると、このようにプラスチックがめくれたところを除去することができます。筋彫りのビフォーアフターはこんな感じ。パッと見では何にもわからないですけど、塗装をするとね、これが効いてくるんですよ。この後も5、6時間ぐらいですかね、休憩を挟みながら筋彫り行いました。こちらの頭部パーツ、特に気合を入れて筋彫り行いました。もう集中しすぎてやってる時息止めてましたね。あとは目立ちそうな部分の引け、パーツがへこんでいるところですね。そこもヤスリを使って表面を均一に揃えておきました。まあキャンディー塗装の場合はそんなに目立たないので、まあ気になる人だけ処理すればいいと思います。さあ下処理も残りわずか。パーティングラインを消していきます。パーティングラインっていうのは金型と金型の隙間にできるこれです。わかりやすく例えるとたい焼きでいうところの羽です。これをマジスクを使ったり、スポンジヤスリを使ったり、鉄ヤスリを使ったりして、こんな感じ。つるっと綺麗になりました。さあ、最後の下処理。合わせ目消しを行っていきます。
こちらのバックパックのタンクの部分ですね。合わせ目が出てしまうのは円柱パーツの宿命ですね。少し隙間を空けてタミヤのイージーサンディング瞬間接着剤を塗っていきます。自然乾燥だと硬化に時間がかかるので、瞬着硬化スプレーを使って即時固くします。そしてマジスクを使って大部分を削り、スポンジヤスリの240番、400番、600番、800番で削っていって、こんな感じ、合わせ目を消すことに成功しました。ただディティールが接着剤で埋まってしまったので、再度 BMC タガネを使ってディティールを彫り直しておきます。そんな感じのなんやかんやで全ての下処理が完了です。やっぱり赤色のパーツは私の目では2色にしか分けられませんでした。ということでこちらのパーツたちを持ち手棒につけて塗装ベースに刺していきます。私はこの作業を田植えと呼んでいます。それと今回視聴者様からいくつか持ち手棒をいただきました。ありがとうございます。早速使わせてもらうんですが、こちら常に先端が開いた状態になっているクリップで逆作用タイプの持ち手棒となっております。なのでこのように通常の持ち手棒では挟みづらいパーツをしっかりと固定することができます。これがめちゃめちゃ便利。何かしらのパーツで使いたくなる時があると思うんで、10本ぐらい持っておくといいかもしれません。改めてありがとうございます。てなわけで田植え完了。お待ちかね塗装工程に参りましょう。ということで塗装エリアにやってきました。やっぱりリアルグレードということもあってかなりの物量ですね。しっかり料理していきましょう。まずはアドバンスド MS ジョイントと呼ばれるこちらのパーツ。ABS という素材が使われておりまして、そのままラッカー塗装するとひびが入ることがあるらしいので、まずはこちらのガイアマルチプライマーアドバンス。これを塗装してバリア層を作っておきましょう。希釈せずにそのまま使うやつで、塗装してもただの透明なつるっとした感じになるだけです。続いて内部フレームの塗装から行っていきましょう。使用塗料はこのチャンネルでは登場しない回がないぐらいめちゃめちゃ使っているサーフェイサーエボガンメタにブラックを少し混ぜたものです。こちらは非常に使用頻度が高いので、希釈したものをドロッパーボトルに入れてすぐに使えるようにしてあります。こちらを吹いておくだけで一気にメカ感が出るので非常におすすめな塗料です。塗ってみるとこんな感じ。左の塗ってないやつと比べるとプラスチック感がなくなってかっこよくなったような気がしませんか？足のフレームパーツは塊で拭いちゃいます。関節が曲がってて拭けない部分は後で関節を伸ばして拭いておきました。というわけで全てのグレーのパーツをガンメタに塗装しました。乾燥するとこんな感じ。なんか鋳造品のような重厚感のある感じに仕上がります。美しい。続いて黒いパーツたちを塗っていきます。使用塗料はガイアノーツのサーフェイサーエボブラックです。こちらシールドのパーツでちょっと小さい傷がついてたりしてあんまり表面状態が良くないんですけど、サーフェイサーを拭いてやると表面が綺麗になるんですよ。乾燥後にもう一度確認してみましょう。それとこちらの合わせ目消しをしたプロペラントタンク。こちら800番ぐらいのヤスリで仕上げたので結構細かい傷が残っているんですけど、こちらもサーフェイサーを塗っての乾燥後どうなるのか一緒に確認してみましょう。ということでブラックのパーツたちの塗装完了です。こちら先ほどのシールドのパーツ、傷が消えてなおかつ上質な感じになったような気がします。そしてプロペラントタンク、どこに合わせ目があったかわからない、最初からこうだったような感じに仕上がりました。続いてメインの赤いパーツたちをキャンディー塗装していきましょう。ちなみに下の赤色のパーツの方がちょっと白っぽいやつですかね。サイゼリアの間違い探しにあったら多分見つけられません。こちらも先ほどの黒いパーツと同じように黒いサーフェイサーを拭いておきます。この後この上にシルバー系の塗料をグラデーション塗装で吹き付けようと思っているので、下地を黒にしておくと立体感を強調できます。全部塗ってみるとこんな感じ。一応赤色のパーツとピンクっぽいパーツは混ざらないようにしっかり分けて置いております。続いてこの上にシルバーの塗装を行っていくんですけど、こちらのスターブライトシルバーを使う予定で、ちょっと量が少ないからもう一本買っておかないとなと思って買ってきた塗料を見てみると、スターブライトシルバーではなくてブライトシルバーを間違えて買ってきてしまいました。これはショック。名前は似てるんですけど輝きが結構違くて、
スターブライトシルバーの方が粒子が粗いような輝きになります。スターブライトシルバーがすぐに使えなくなってしまったので、代わりにクレオスのウルトラシルバーという塗料を使っていきます。こちらは量が少ないですけど、昔の自分が補充しておいてくれました。ありがとう。そしてこちらのウルトラシルバーなんですけど、兄弟にウルトラゴールドっていうのもありまして、このシルバーとゴールドの色の違いで2色の赤色を表現していこうかなと思います。本番の前にプラスチックスプーンで練習します。黒いサーフェイサーの上にあらかじめウルトラシルバーとウルトラゴールドを塗っておきました。そしてこの上にクリアレッドを吹き付けて、どのような色の違いになるのか確認してみましょう。ちなみにこちらのクリアレッドはクリアを少し入れてあって若干薄めております。それぞれのプラスプーンに塗ってみるとこんな感じ。左がウルトラシルバーで右がウルトラゴールドです。反射で見えている LED の粒が右の方が若干黄色みがかかった感じに見えますね。はい、それでは早速シルバー塗装を行っていきましょう。説明書で言うとこちらのピンクっぽい色のパーツの方、こちらを下地シルバーで仕上げていきます。エッジの方には下地の黒色が残るようにしてグラデーションを意識して塗装していきます。塗ってみるとこんな感じ。ちょっとカメラ性能の限界かギラギラしすぎて見にくいんですけど、ちゃんとグラデーションにはなっております。そして他のパーツたちもシルバー塗装していって、シルバー塗装完了です。こうやって引きで見ると結構グラデーションで塗ってるのがわかるんじゃないでしょうか。続いてもう一方の赤いパーツにはウルトラゴールドを吹き付けていきましょう。ちなみにこちらのウルトラゴールドは廃盤になっちゃったんで、もう購入することができないみたいです。塗ってみるとこんな感じ。結構黄色みが強いゴールドですね。はい、シルバーとゴールドの塗装完了です。ポケモンの金銀を思い出しますね。ここで動力パイプとかの黄色いパーツもウルトラゴールドを使って塗装しておきました。続いてお待ちかねクリアレッドを塗っていって塗るテカにしつつ発色させていきましょう。こちら流血じゃないんで YouTube さんバンしないでくださいね。そしてクリアレッド、先ほどもプラスプーンに少し塗ったんですけど、溶剤と1対1に薄めたクリアレッドをさらに溶剤と1対1で薄めた光沢クリアで薄めます。ちょっと自分でも何言ってるか分かんなくなっちゃってますけど、要は光沢でクリアレッドを少し薄めますっていうことです。まずはこちらゴールドの方にクリアレッド塗ってみましょう。塗ってみるとこんな感じ。なんかリンゴ飴みたいですね。食べたことないけど。比較のために続けてシルバーの方にも塗ってみましょう。こちらは肩アーマーのパーツです。塗ってみるとこんな感じ。グラデーション塗装も相まって非常に立体感を感じます。先ほどのゴールド下地のものと比べてみるとこんな感じ。どちらがいい悪いっていうのはないんですけど、ゴールド下地にした方が朱色っていうかクリムゾンっていうか、なんかそんなような感じな色になります。他のパーツたちも塗り進めていきましょう。この金属の塊から飴みたいになっていくのがキャンディー塗装の醍醐味かもしれませんね。はい、クリアレッドの塗装完了です。遠目で見ると分かりにくいんですけど、こうやって隣同士だと色の違いが分かりますね。続いてイエロー部分のパーツたち。こちらにはクリアイエローを重ねていって、より発色のいいゴールドっていう感じにしました。最後にこちらカメラアイを塗っていきましょう。もともとは無色透明なぺちゃんこなクリアパーツです。そして今回も運がいいことに天然のエメラルドが見つかりましたので、こちらを貼っておきます。接着剤をちょんと置いてピンセットで乗せて、はい、この通り。ただこれだけだと色味が弱いので少し塗装します。まずは下地にムーンストーンパール、キラーンとした輝きを与えてくれます。そしてその上に蛍光グリーンを塗装してこんな感じ。綺麗なクリアグリーンのパーツができました。蛍光なのでブラックライトを当てると光ります。はい、これにてキャンディー塗装完了です。次の工程に参りましょう。はい、それではディティールアップとしてまずは墨入れを行っていきます。使用塗料はタミヤの墨入れ塗料ブラックです。こちらキャップを開けるとキャップの先に筆がついておりますので、塗料を流し込みたい箇所にちょんと当てます。すると毛細管現象で塗料が流れ込んでいきます。これがとても気持ちいい。とここでアクシデント発生です。足のパーツの一つがなんか擦れたのかわかんないですけど、クリアレッドの塗装が剥げておりました。
ちょっとパーツ数が多かったんで、塗装ベースにギチギチにパーツを置きすぎたのがちょっと原因かもしれません。ここは落ち着いて一旦まずクリアレッドでカバーできるかやってみます。悪くないですけどちょっと光に当てると目立っちゃいますね。ってことでヤスリで塗料を落としてちょっと平らにしていきます。ヤスリの番手800番から始めて4000番、6000番、8000番、1万番まで磨いてなるべくツルツルにしておきます。ヤスリ後はこんな感じ。とりあえずデコボコはなくなったのでこちらにクリアレッドを吹き付けていきます。塗ってみるとこんな感じ。ちょっと濃いような気もしますが背面パーツであまり見る部分ではないのでこれで進めていきます。はい、そんなこんなで墨入れに戻りまして、墨入れがはみ出した箇所はエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取れば簡単に取ることができます。続いてデカールを貼っていきましょう。キットに付属のデカールも一部使いますが、今回はこちら福岡限定サザビーのメタリック水転写デカールを使っていきます。いやーこれね、使うの非常に楽しみにしてたんですよ。ただ福岡サザビーはちょっと値段にビビって購入することができなかったんですけどね。取り出してみてみるとこんな感じ。金色のマークがちょっと簡素になっちゃってるんですけど、他のデザインは同じです。まずは水転写デカールを濡らして置いておくための装置を作ります。適当な平皿にキッチンペーパーを折りたたんで入れます。そこに水を注げば完成です。あとは貼りたい水転写デカールをカッターナイフでカットして、先ほどの濡れたキッチンペーパーの上に乗せます。1分ぐらいしたら浮いてきて貼れるようになるんですが、その間にこちら、マークセッターという追加の糊みたいなものを塗っておきます。実際光沢の上だったら水転写デカール結構綺麗に貼れるんで気休めにしかならないんですけど、艶消しパーツの上に水転写デカール貼るんだったら塗っておいた方が仕上がりが綺麗になると思います。はい、貼ってみるとこんな感じ。位置調整はぴったり決まりましたが、マークセッターが乾いた後が気になりますよね。そんな時はこちら、薬局で買えるプラモアイテムマジックリンです。マジックリンを含ませた綿棒で拭き取ると、はい、このようにデカールのりだけをきれいに取ることができます。それにしてもすごいデカールの量ですね。ちょっと気合い入れて頑張ります。そして私がデカールを貼るときに意識していることは、100点満点の位置を目指さないということです。過去に完璧を目指しすぎて、ああでもないこうでもないってデカールを貼り直ししすぎて、何回もデカールを破ってきたんですね。なので最近は90点ぐらいかなって思ったら、もうその位置で固定しちゃいます。実際に組み立ててみると多少のズレなんてわかりません。完璧を目指さず完成を目指しましょう。それとこちらの黒いパーツたち、当初の想定では墨入れしなくてもいいかなって思ってたんですけど、溝があるんでね、ちょっと墨入れしたくなってきちゃいました。なのでこちらは黒のパーツ分割が入るようにライトグレーを使って墨入れします。拭き取りがめんどくさいのでなるべくはみ出さないように筆を置いていきます。同じようにビームライフルもライトグレーで墨入れしておきました。はい。ということで、ディティールアップの墨入れと水転写デカール貼り完了です。仕上げの工程に入っていきましょう。さあ、最終工程、トップコートを吹いていきましょう。とは言っても難しいことはなく、ブラックのパーツは艶消し、レッドのパーツは光沢クリアを吹くだけです。まずは艶消し、ガイアノーツのフラットクリアプレミアム。こちらを吹いていきます。フッ素が入っているそうですけど、効能はわかりません。塗った直後はテカテカしてて、これ本当に艶消しになるんかって思いますけど、乾くとこの通り、お上品な艶消しブラックになりました。そして光沢の方はおなじみ、ガイアノーツの EX クリア光沢を吹いていきます。液だれするかしないかのギリギリを狙うのがコツです。ちょっと自信のない人は、回数を分けて厚塗りしていくとやりやすいかもしれません。ということでトップコート完了です。塗膜をしっかり乾燥させるために1日ぐらい置いたら次の工程に参りましょう。はい、1日ぐらい乾燥させました。これでも十分光沢感あるんですけど、さらに光沢感マシマシに仕上げていきます。たびたび登場、ショーアップのスーパーカットコンパウンドです。まずはこちらの目の粗い青色の方を使ってパーツを磨いていきましょう。布に適当に出しまして、優しくゴシゴシと磨いていきます。
磨いてみるとこんな感じ。これだけだとわからないので、磨く前のものと比較してみましょう。どうでしょう？反射で見えてる LED の粒がちょっと細かくなったような気がしませんか？さらに追い打ちをかけるようにフィニッシュ剤の方に切り替えまして、再度磨いていきます。するとどうでしょう？ピッカピカですね。洗車した後の車のボディぐらい光ります。その後もふきふきと磨いていきまして、全パーツ完了です。さあ、私も皆さんもお待ちかね、組み立てタイムです。はい、せっかくのリアルグレードということでフレームがしっかりしておりますので、まずはフレーム組み立てから楽しみましょう。まずは腰パーツに足パーツを取り付け、そして胸パーツを刺します。肩パッドを取り付けてから腕パーツを取り付け、最後に頭部パーツを差し込んだら、リアルグレードサザビーのフレームが完成。いやー、フレームだけでもかなりのディティールがありますね。ただし外装をつけると一切見えなくなってしまうので、フレームはここで見納めです。はい、フレームを楽しみましたので、一旦バラバラにしていきます。さあ、ここからは外装を取り付けていくので、しっかりと手を洗っておきます。代表して頭部パーツと胸のパーツの組み立てを見ていきましょう。まずは頭部パーツの組み立て。顎のパーツにクリアのバイザーをつけます。そして顎パーツを目の横に取り付け、そして特徴的な兜のようなパーツをかぶせます。そして角のパーツに蛍光グリーンを吹いたクリアパーツを差し込みます。そして先ほど組み立てておいたパーツにアンテナを立てて、角の部分のパーツをつけたら完成ってな感じで胸部パーツも組み立てます。この魂を込めて塗装とデカールを貼ったパーツたちが一塊になっていくのはね、本当にもう気持ちがいいですよ。ってな感じで他のパーツたちも組み立てて机の上に並べてみました。合体させる前にそれぞれのパーツをアップで見ていきましょう。まずは頭部パーツ。ワンポイントのデカールがおしゃれ、そしてしっかりと筋彫りを行いましたので、ディティールがパキッとしてかなり満足のいく仕上がりになりました。続いて胸部。この差し色で黄色入ってるのめっちゃかっこいいですよね。そしてメタリック水転写デカールとキャンディー塗装の相性も抜群です。そして肩パーツ。やっぱりこういう丸くったいパーツはキャンディー塗装が映えますね。続いて腕部。この稼働させた時にシリンダーがちらっと見えるのがいいですよね。今回は外装のキャンディー塗装を目立たせたかったので、部分塗装はやらなかったんですけど、こういうシリンダーのところをシルバーに塗ってもかっこいいと思います。続いて腰部。腰部は展開ギミックが色々あってめっちゃ面白いので後で見せます。付属のメタリックシールも結構貼ったのですけど、いい感じにマッチしてます。続いて脚部。もう全部球面なので、どこから見てもヌルテカしててめっちゃお気に入りです。ちょっと横のパーツをグラデーションかけすぎたかなって思いますけど、キャンディー塗装だとグラデーションがちょっと分かりづらいので、まあこれぐらい派手にやっても全体で見たら悪目立ちしないのでいいかもしれませんね。続いてバックパック。ブラックは艶消しで仕上げたので、大部分が艶消しの部位となります。艶消しブラックとシルバーのデカールめっちゃ相性いいですね。かっこいい。最後シールド。このキャンディーレッドと艶消しブラックのなんて言うんでしょう、マリアージュがいいですね。裏面は目立たせたくなかったので、あえて暗い感じに仕上げてみました。それでは合体していきましょう。胸部パーツに肩アーマーを取り付け、そこに腕パーツを取り付けます。ビームライフルも持たせておきましょう。続いてファンネルとかがついたバックパックを取り付け、左腕にシールドを装着。続いて腰部パーツのスカートを少し開いて、脚部を取り付け、そして上半身と下半身をボチーン。最後に頭部を取り付けたら、リアルグレードサザビーキャンディー塗装の完成です。プラぼっち研究所。
はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと比べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。いやー、これ我ながらめちゃめちゃかっこよく仕上がりましたね。リアルグレードサザビーの元々の素組みの状態でも十分かっこいいんですけど、グラデーションキャンディー塗装や福岡サザビーのメタリックデカール、墨入れなんかでパーツ同士の境界がくっきりしたことによって引き締まった印象を受けます。そしてやっぱり曲面が多いのでキャンディー塗装がとても映えます。当初は黒色の部分もキャンディー塗装でツルツルに仕上げようと思ったんですけど、ネットで調べてみるとそういう作例があったので、私はあえてブラックのところは艶消しで仕上げてみました。よりレッドの部分のキャンディー塗装が目立つので、結果的に良かったんじゃないでしょうか。実は一箇所デカールの向きをミスってしまったんですけど、どこにあるのか探してみてください。ってことで最後は手に持った状態で動画を締めましょう。私ターンテーブルでの完成レビューの動画見るのも好きなんですけど、こうやって完成品を手に持って卓上で見せる演出も結構好きなので記録として残しておきます。はい、そんなわけでこのチャンネルではプラモデルの全塗装動画やガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報を発信しております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。また、近況や制作状況は Twitter の方でつぶやいておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。